ざいます。ケンです。今日はここ数日のテスラ関連のニュースの中からテスラオーナーの方やテスラ株投資家の方が知っておきたい情報、これを絞って整理をしていきたいと思います。今回のポイントはテスラセマイの大型受注 FSD の欧州展開、欧州販売の回復、中古テスラ市場、そして中国勢との競争です。今テスラで何が起きているのか一つずつ見ていきます。ぜひ最後までご視聴ください。まずテスラセマイです。カリフォルニア州の港湾輸送業者2社がフォーラムモビリティを通じてテスラセマイを合計60台発注しました。内訳はビッグ F トランスポートが40台、ニカコンテナフライトラインが20台です。今回重要なのは発表だけではなくて実際の法人の需要、これが出てきたという点です。特に港湾輸送は決まったルートを繰り返し走ることが多く、充電場所も設計しやすい分野です。つまりテスラのセマイはまず EV トラックと相性のいい現場から入り始めているという見方ができます。次は FSD です。テスラの FSD、つまり監視付きの完全自動運転は欧州でも少しずつ動き始めています。オランダでは FSD の使用が承認され、承認後1ヶ月未満で1000万キロを走行したと報じられています。さらにベルギーでも承認に向けた動きが出ています。これはテスラにとって前向きなニュースです。ただしここは冷静に見る必要があります。これは完全な無人運転ではありません。あくまでドライバーが監視する前提の FSD です。車が自分で走ってくれる場面を増えても、ドライバーは常に注意しておく必要があります。つまり今起きているのは欧州でロボタクシーが一気に広がるっていう話では全くなくって、監視付きの FSD が少しずつ認められ始めているという段階になります。まだ欧州ではオランダだけしか承認は受けていません。今日 FSD に関する重要な会議が EU であるみたいなんですけれども、また明日以降にその会議の内容をお届けできるんじゃないかなと思いますが、欧州でどのように FSD が広がっていくのか、これが次の大きなポイントになってきています。しかし一方で EU の規制当局からは懸念も出ているようです。報道によると問題視されているのは速度超過の可能性、凍結路面での安全性、そしてドライバー監視の仕組みです。ここが今回の FSD のニュースで一番大事な部分です。テスラ側から見ると FSD は大きな成長材料です。ただ欧州側から見ると公共の道路で使う以上本当に安全なのか、どの条件なら使えるのか、これを細かく確認する必要があるみたいなんです。つまり FSD の欧州展開っていうのは前進してはいるんだけれども、一直線に広がるっていうよりは国ごとに確認されながら進んでいく可能性が今は高いということになります。そしてもう一つ FSD 関連で大きな数字が出ています。FSD のスーパーバイズド、つまり監視付きの FSD の累計走行距離が100億マイルを突破したというニュースです。これはかなり大きな数字です。100億マイルという実行走データは他社が簡単に真似できるものではありません。テスラの強みは実際のユーザー車両から大量のデータが集まることです。ただし100億マイルを達成したからといってすぐに完全自動運転になるわけではありません。自動運転で難しいのは普通に走れることだけではなくって雪道、工事現場、急な割り込み、歩行者、自転車など例外的な状況にどう対応するかです。だからこそ欧州の規制当局も細かい部分を気にしているわけです。100億マイルは大きな前進ではありますけれども、ゴールではなく次の判断材料と見るのがいいと思います。ちなみにこの100億マイルなんですけれども、キロメートルに換算すると約160億9344万キロというところで、この距離をざっくりと考えると地球を約40万周できる距離みたいです。40万周です。これだけですごい距離だなとわかるんじゃないかなと思います。ではね、次に欧州の販売について見ていきましょう。最近のテスラは欧州で苦戦しているっていう印象を持っている方も多いと思います。ただ、最新データを見ると国によってかなり回復しています。フランス、
デンマーク、スウェーデンなどでは大きく販売が伸びています。さらにノルウェーでは EV の市場シェアが非常に高く、モデル Y が首位、モデル3も上位に入っています。これはテスラにとって明るい材料です。ただし、欧州全体が完全に復活したと見るのはまだ早いと思います。一部の国では弱さも出ています。つまり今の欧州っていうのは回復している市場とまだ苦戦している市場が混在している状態です。欧州で終わったと見るのも早いですし、完全に復活したと見るのも早い。現時点ではモデル Y を中心に回復の兆しはあるんだけれども、地域差は大きいっていうのがバランスのいい見方だと思います。次は中古テスラ市場のニュースです。テスラがアプリ内に高電圧バッテリーの修理や交換に関する証明書、これを表示できる機能を追加しました。この証明書はサービス履歴の中に保存され PDF としてダウンロードできるようになります。これは地味ですがテスラオーナーにとってかなり実用的なアップデートです。中古 EV を買うときに多くの人が一番気にするのはバッテリーです。バッテリーは交換されたのか、修理されたのか、状態はどうなのか、ここがわからないと中古 EV は不安になります。今回の機能によって売る側は車の状態を説明しやすくなり、買う側は判断材料が増えます。結果的に中古テスラの流通やリセールにも影響する可能性があるんです。最後に競争環境です。テスラは強いブランドを持っています。オーナーのロイヤリティも高く、スーパーチャージャーやソフトウェアの強みもあります。ただし競争はかなり激しくなっています。特に BYD などの中国勢は海外市場でも存在感を強めています。イギリスなどでは BYD がテスラを上回る動きも出ています。さらに Xiaomi の SU7 も好調で、中国メーカーのスピード感っていうのは無視できません。ここで大事なのは、テスラを過剰に悲観する必要はないということです。一方でテスラなら必ず勝てると楽観視しすぎるっていうのも危険です。今の EV 市場は EV を作れるだけで勝てる時代ではありません。価格、性能、ブランド、充電網、ソフトウェア、サービス、規制対応、いろいろな要素が重なって勝負が決まります。テスラは強いですが、競争相手もかなり強くなっている。ここは冷静に見ておきたいポイントです。はい、ということで今日のニュースまとめていきたいと思います。テスラのセマイは港湾輸送向けに60台の受注が入り、実際の商用利用が見え始めています。FSD はオランダで前進し、ベルギーでも動きがありますが、EU の規制当局からは安全面の懸念も出ています。FSD の累計走行距離は100億マイルを突破しましたが、それだけで完全自動運転がすぐに実現するわけではないんです。欧州販売は回復している市場もありますが、国ごとの差っていうのはまだ大きいです。中古テスラ市場ではバッテリー証明書の機能追加によって透明性が高まる可能性があります。そして BYD など中国勢との競争っていうのはさらに激しくなっています。つまり今日のテスラはいいニュースが多い一方で課題もはっきり見えています。狭いは進んでいる、 FST も前進している、欧州販売も一部で回復している。でも規制、競争、地域差という現実的な壁もあります。ここをセットで見ることが今のテスラを理解する上で一番大事なところじゃないかなと思います。はい、ではね、最後にテスラの株価チェックしておきましょう。本日はあまり変わっていないですね。現在392ドルとなっております。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。お知らせがあります。6月6日土曜日に名古屋にあるテスラの中古車販売カスタムを手掛けるガレージ X さんに訪問することになりました。ぜひテスラのカスタムや中古販売、ラッピングなどに興味がある方は一緒にいかがですか？僕の方も朝一で名古屋に向かいまして、多分到着が11時ぐらいになりそうなので、11時ぐらいからお昼過ぎまでガレージ X さんのカスタムなどをいろいろと見学したいと思っています。一緒に行ってみたいと思われる方は僕の LINE の方から参加希望という感じでお問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい、ではね、本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。